F1 落語。アロンソ9位。ホンダスペック2は復活の始まり。角田11位との明暗。師匠、オランダ GP、アストンマーティンホンダがポイント取りました。ほう、アロンソ9位。2ポイントだな。やりましたね。でも師匠、なんだ？予選は何位だったんです？ 18 位。18位？そうだ。スプリントも18位。それ、早くなったんですか？いきなり確信をつくな。だって新しいホンダ PU ですよ。スペック2だ。新エンジン、新スペックのパワーユニットだ。何が変わったんです？まず ICE、内燃機関側の性能向上だ。馬力アップ？ホンダは具体的な出力増加量までは公表していない。でも内部目標は達成したとしている。何を変えた？燃焼だ。燃焼？ 2026 年の F1 は燃料も変わっている。100% サステナブル燃料を使う新規則だからな。単純に昔のエンジンを改良するだけじゃない。そこでホンダはスペック2でプレチャンバー、ピストン形状、潤滑系などに手を入れた。プレチャンバーって燃焼室の中にある小さな複室だ。そこで火を作って主燃焼室へ火炎を広げる。つまりもっと早く、もっと安定して燃やしたい。なるほど。ピストンも燃焼状態を改善するために形状を変更。さらに潤滑系も見直して摩擦損失を減らしている。エンジンの中の抵抗を減らす。そうだ。摩擦が減れば同じ燃料からより多くの有効な仕事を取り出せる。ホンダ、かなり本気ですね。当たり前だ。バッテリー側にも高改良が入っている。じゃあ、エンジンも電気もパワーアップ？そう単純に足し算するな。2026年の F1 はエネルギーマネジメントが非常に重要だ。電気をいつ使うか？そうだ。耐性して充電して、どの場所で放出するか。直線で全部使えばいい？それじゃ後半で電気がなくなる。ああ。しかもザントフォールとは長い直線だけのコースじゃない。短い直線とコーナーが連続する。そこでドライバーが欲しい瞬間にエンジンとモーターの出力を自然につなぐ必要がある。それがドライバビリティだ。出ました。今回のホンダの最重要課題。そうだ。ホンダじゃなくて HRC の折原信太郎氏もスペック2は大きな信頼性問題なく週末を走った。しかしドライバビリティにはまだ改善の余地があると説明している。つまり壊れなくなった。大きな前進だ。パワーも上がったその方向だ。そこが宿題だ。アクセルを踏んだとき、ドライバーが欲しい出力が欲しいタイミングで滑らかに出るか。それが重要になる。アロンソも言ってますね。まだドライバビリティの問題があると。そうだ。それでも9位。そこが今回面白い。アロンソは18番手スタート。赤旗後は14番手から再スタート。そして新品ソフトを長く使った。どれくらい？レースのほぼ半分。ソフトでそんなに？そこがアロンソだ。タイヤを壊さない。温度を管理する。必要以上に攻めない。45歳の老練。年齢だけで説明するな。でも経験でしょう。大きいだろうな。その長いソフトスティントのおかげで、実質的な1ストップ戦略が成立した。そしてハードへ。最後は、ガスリーが後ろ、1秒以内。そうだ。そこでホンダ側もエネルギーマネジメントを調整した。ガスリーに抜かれないように、そのためにどこで電気を使うか、どこで回収するかを最適化した。じゃあ9位はアロンソだけじゃない。車体だけでもない。新 PU だけでもない。タイヤマネジメント、車体、PU、エネルギーマネジメント、全部合わせた結果だ。F1 らしいですね。そういうことだ。で、角田は？なんだろう、急に顔が曇りましたね。11位、あと一つ。そうだ、途中9位まで上がってたんでしょ？上がった。ガスリーも抜いた。サインツも抜いた。いいじゃないですか。ところが44周目、ターン13でグラベルへ出た。またですか。そこなんだ。一度のミスで全部が決まったとは言わねえ。戦略のタイヤもレース展開もある。だが F1 でシートを争っているドライバーには、ノーミスで走り切る能力も評価される。一時9位まで行ったのに、
グラベルでタイムを失い、ガスリーとの差が大きく縮まった。その後ソフトへ交換、そして VSC 明けにガスリーに抜かれた。最終結果は、アロンソ9位、ガスリー10位、角田11位、あと一つ。しかもローソンは7位。レッドブルで7位。そうだ、角田には厳しいですね。厳しい資格になる。速さがないわけじゃない。予選もガスリーと 0.011 秒差だった。そんな僅差。だからこそ惜しい。速さはある。レースでも抜ける。でも小さなミスがポイントを消す。F1 ではそれが致命的になることがある。リンドブラッドは12位。じゃあ角田はチームメイトには勝った。決勝結果ではな。だが予選ではリンドブラッド10位。角田は12位。週末全体で見れば圧倒したとは言えない。一方のアロンソは予選18位なのに決勝9位。そうだ、マシンの弱点を抱えながら結果を持って帰った。それが経験もある。戦略もある。チームもある。そして今回はホンダスペック2も最後まで壊れなかった。つまり、アストンマーティンホンダ、少しずつ形になってきた。そう見てもいい。ただし、予選18位だったことを忘れるな。まだ速さそのものは十分じゃない。でも決勝ではポイント。じゃあ師匠、アストン HRC から、なんだそれは。これまでなんとなくアストンと HRC が別々に頑張ってる感じでしたけど。ほう、今回からオールニュー、アストンホンダに昇格ですかね。勝手に昇格させるな。でも師匠、18位から9位ですよ。確かにな。角田の前はガスリー、その前はアロンソ、そのさらに前は、ローソン。そこまで来たってこった。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。2026年 F1 オランダ GP でフェルナンド・アロンソは18番グリッドから9位まで順位を上げ、アストンマーティンホンダに2ポイントをもたらしました。公式結果では、ローソン7位、ヒュルケンベルグ8位、アロンソ9位、ガスリー10位、角田11位となっています。今回の重要な技術テーマは、ホンダのスペック2パワーユニットです。ホンダはオランダ GP から更新版 PU を投入しました。F1 公式によると、主な狙いは ICE の出力向上で、燃焼改善のためのプレチャンバーやピストン形状、摩擦低減を狙った潤滑系などに手を入れています。シーズン序盤には振動や信頼性の問題にも苦しんでいましたが、それらを改善した上で、今回ようやく本格的な性能向上へ踏み込んだ形です。そしてオランダ GP では、2機の新スペック2な大きな信頼性問題なく週末を走破しました。これは重要です。性能向上型 PU はパワーを上げても壊れてしまえば意味がありません。今回はまず新仕様をレース距離で成立させたという最低条件をクリアしたことになります。ホンダの折原信太郎氏もこの点を成果として挙げています。一方で、ホンダが現在の最重要課題としているのがドライバビリティです。F1 の PU では最高出力だけでなく、アクセル操作に対してトルクがどのように立ち上がるか、ICE と電動系の出力がどれだけ自然につながるか、コーナー立ち上がりでドライバーが必要とする出力をどれだけ予測可能に出せるかが非常に重要です。アロンソ自身もオランダ GP 終了後にドライバビリティにはまだ課題があると認めています。したがって今回の9位をホンダ PU が完成したと評価するのは早すぎます。ただし、終盤の攻防は興味深いものでした。アロンソはガスリーから1秒前後の範囲で追われました。その際、ホンダは後続との差を維持するためにエネルギーマネジメント戦略を最適化したと説明しています。つまり、単にエンジン出力を上げるのではなく、限られた電気エネルギーをどこで使い、どこで回収するかを調整して、9位を守ったわけです。さらにアロンソのタイヤマネジメントも大きかった。赤旗後に新品ソフトを装着し、そのセットでレースのほぼ半分を走行。その結果実質的な1ストップ戦略が成立し、終盤までポイント権を維持できました。ホンダの公式レポートでも、ニューウェイはこのタイヤマネジメントを9位獲得の重要な要因として説明しています。対照的だったのが角田です。予選12位から一時はトップ10圏まで上がり、決勝では十分ポイントを狙える位置にいました。
予選では11位ガスリーとの差もわずか 0.011 秒。絶対的な速さが大きく不足していたわけではありません。しかし、決勝44周目にグラベルへコースアウト。ここで稼いでいたマージンを失い、その後ガスリーに抜かれ、最終的には11位でした。今回一度のコースアウトだけで、角田を評価するべきではありません。ただ、シート争いという視点では、速いことだけでなく、速さを最後まで結果に変えることが必要です。今回の角田は11位、ローソンは7位、リンドブラッドには決勝で勝ったものの、予選では10位のリンドブラッドに対して、角田は12位でした。一方、アロンソは予選18位から9位。まだ改善途上のマシンと PU を使いながら、最後はポイントを持って帰りました。今回のオランダ GP は、ある意味で2つの F1 を見せたレースだったと思います。速さはあるが、一つのミスで結果を失った角田。そしてマシンに課題があっても、戦略と経験と新 PU を組み合わせ、結果を持って帰ったアロンソ。ホンダスペック2については、信頼性は一歩前進。出力も改善方向。しかしドライバビリティはまだ課題。これが現時点で最もバランスの取れた評価でしょう。そして、アストンマーティンとホンダも、ようやく別々のプロジェクトが組み合わさっているという段階から、少しずつ一つのパッケージとして機能し始めたように見えます。だからアストン HRC からオールニューアストンホンダに昇格か。そして角田の前を見ると、ガスリー、アロンソ、その前は、ローソン、アロンソ、そこまでは来たってこった。このチャンネルでは、最新ニュースや AI、社会の話題を落語でわかりやすくお届けしています。なのでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。